どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。大山抹殺、芦原秀行という極真空手を代表するとも言える2人の偉大な空手家からの寵愛を受け、その佐々木の集大成とも言える組み手で大衆を魅了し、若干21歳にして第1回世界大会3位、そして第8回全日本大会準優勝、第10回大会で優勝に輝き、アメリカのコロラド州メンバーで日本の武道の真髄を解き広めし空手家二宮上皇。今回私はその彼の彼にして長きにわたる戦いの中でも特に注目され大激戦となった、その集大成になったとも言える第8回全日本空手道選手権大会及び第10回全日本空手道選手権大会でのその技術、闘志、真実、それを皆様にお話ししていこうと考えております。当時ニューヨーク支部のインストラクターと紹介されていた彼は、華麗にして強烈な後ろ回し蹴り、膝蹴り、正拳突き、上段回し蹴りを我々に見せつけ、正拳123番を背負い、第8回全日本空手道選手権大会に挑みました。全日本としては第3回あたりから出場していたという話もある。22歳という若さながら非常に落ち着いた、もはやベテランの風格をかましたし、まるで足が血というかマットに目を張っているようなしっかりとした立ち方、間合い、タイミングを重要にしている様子が見て取れる。両の手で龍変の構えのように円を描き、左中段回し蹴りで飛び込む。その一撃で相手の右腕がダメージを受けたように感じられ、飛び込んでの右正拳中段突きも体をくの字に負けさせ、そこからの対角線上の左上段回し蹴りのコンビネーションは鮮やか見事。2回戦は負傷したのか右腕の包帯が気になるところではありますが、じっくりと構えて足をスイッチしての後ろ回し、それで威嚇して相手の注意を上に向けておいての一瞬の右後ろ蹴りで勝負を決める。すごい。左右に上下、まさに変幻自在、そして一撃必殺。3回戦は相手のラフファイトにもひるまず下段突きを決め、4回戦は下突きで圧倒し、迎えた準々決勝。そこで激突するのは後に全日本大会3連覇を果たす三平慶治。戦いはお互い胸をつけるような凄まじい下突きの応酬となる。というか最初は三平慶治に打ち込まれる形となる。分厚い道着が破れるほどの激闘になった。二宮上皇はその中でも間合いを図り、前蹴り、飛び込んでこられた膝蹴り、足払い、一瞬の隙を見逃さず下突きの突進と打ち分け、そして再開直後の一瞬の隙を狙っての胴回し回転蹴り。ポイントこそ奪えませんでしたが、側頭部から後頭部にかけて踊らえ、一回転させ、パイオニアとしての輝きを見せ、泥臭い打ち合いにも負けることのない腰の強さで準決勝。そこで激突したのは人間機関車と呼ばれる凄まじい突進力と下段回し蹴りで押しまくる。その直前の第1回世界大会準々決勝でも激突している東隆。相手の東隆にとっては雪辱戦となったこの一戦。通常に東隆は下段回し蹴りからその唇を切る。やはり東隆は下段下段下段、それに二宮上皇は前蹴りを返す。前蹴りで飛び込み回り込みながらの膝蹴りという妙技、さらに回り込んでの足払いからの下段突き、際どいところをまさにさばきの真髄というもので振り切る。迎えた決勝戦、相対するは極真のありとあらゆる強豪たちと激闘を繰り広げ、富樫義元や
ハードポイントといった他流や外国の外敵からその牙城を守ってきた秋田の武神佐藤利和。戦いは双方前を測っての慎重なものとなり、まずは佐藤利和が下突きで飛び込む。前切りと下段回し蹴りが交錯し、そこから佐藤利和が胸へのラッシュから膝蹴りの連打。178センチ85キロを誇るというその鎧のような体格から放たれる攻撃は強烈無比。身長はほぼ変わらないと言いますが、体重には10キロ近くの差がある。さらにはそれまでの激闘の影響も大きいと思う。残念ながら二宮上皇はその鬼の形相のラッシュに対抗できず、惜しくも準優勝という結果となりました。そして迎えた第10回全日本空手道選手権大会。前年の準優勝の中村誠は選手宣誓を行う中、ゼッケン65番大歓声とともに現れた1回戦、4段という金沢選手を相手に、さらにどっしりと根を張るような構えに磨きがかかっており、そこからの下段回し切り一発で相手が1回転、さらにもう一発で半回転、それを引きずり倒して下段突き炸裂。すげえ、すごいがすげえ、威力がなく、力強さが桁外れましており、上段回し蹴りからの後ろ蹴りも健在、右下段からの左上段回し蹴りという対角線上の攻撃、追撃、圧倒、まさしく圧倒。追い打ちの足払いは相手の足が天に向くほどの破壊力。ヨルダンの皇太子プリンス・モハメッド殿下が観覧に訪れ、まさに他の大会とは違う特別な雰囲気が漂うような準決勝、二宮上皇は圧倒的な強さ、巨大な体格でなぎ倒すような勢いで勝ち上がってきていた中村誠と対峙します。試合中、まずは中村誠が左の正拳突きからの右の下突きという得意のコンビネーション。後の世界大会2連覇を果たす男は左の正拳突きと右の下突きのショットガンのようなラッシュ。それに二宮上皇は気を見て前切りを合わせる。凄まじい突進力、体重差にさらされますが、二宮上皇は必死にこらえ隙を伺い、今度はその瞬間に飛び後ろ蹴りを合わせる。それは前蹴りと合ってしまい防がれますが、相手の突進にも胸を合わせすり抜けるというさばき回し、そして今度は自らが飛び込み左の前蹴り、同じ足の上段回し、それがヒットし会場を沸かせ、さらにその回り込みを極めていく。そして相手が飛び込んでくるところに前蹴りを合わせ、さらに再び合わせたところ、中村誠が背中から落ちて腹心の旗が横に振られ技に、圧倒的不利からの信じがたい状況となり、またも相手の後ろ回し蹴りをさばいての下段突き、さらに前蹴り、中段回し蹴りを見せ、最後まで間合いを大事にした武道家らしい戦いを貫きました。そして決勝戦、第8回全日本大会についての激突。後の3連覇王者三平慶治、双方両脇を開けて両手を広げる非常に大きな構えとなり、それに三平慶治はまず右の下突きからの下段、それに二宮上皇も下段回し蹴りからの前蹴りで答え、前蹴りと中段回し蹴りが交錯。二宮上皇の下段回し蹴りによって三平慶治が突きへ飛び込む、突っ込んでくるところに二宮上皇が前蹴りを合わせる。そして下突き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 、後ろ蹴りと上段回し、ここまで全くの五分というところ、下突きに下突き、中段回し蹴りに中段回し蹴り、後ろ蹴りに後ろ回し蹴り、まるで鏡合わせのような展開となり、戦いは延長に。再開直後から怒涛の下突きの応酬、これは三平慶治に分があるかと思われましたが、そこから下段回し蹴り、二宮上皇は膝蹴りとつなぎ、中盤から逆に三平慶治が中段蹴り、二宮上皇が詰めての突きという展開となり、
三平刑事を左下突きの連打で追い込んでいく。自力でも負けはしないと証明していく。そして相手の中段前切りをさばいての強烈な下段回し切りで崩し、飛び初期に前切りをヒットさせ、そこからパンチ、膝蹴りで押し込む。ここに来て明確な差が出てしまったと言いました。4対0で勝利となる。どうやら腹心をしていたという芦原秀樹のガッツポーズ、旗を置いて手を叩いて喜んでいたと言われるその様子を見て取れる。ついに二宮譲子は24歳にして全日本大会初優勝の栄冠を手にすることとなりました。まさしくそれを重視し、一瞬の好機をものにし、体格の差を跳ね返し、ルールが整備されてからは唯一ともいえる70キロから80キロの間の中量級の体へ、それも判定優勢が来て無差別の全日本を制した。後に自らが立ち上げる団体名であり構えである円の動きと不動の心、揺るがない心、それを自身の組手で体現していたと言えるでしょう。私はこれからも遠心二宮譲子、彼の技術、強さ、心、そして真実、それを解明し皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。